何を伝えたいのか考えるときはどのように考えたらいいんですか？そこは私に聞くとかじゃなくて自分に聞いた方がいいですね。まず、自分が好き嫌いがあるんですね。あとは、自分が今どういうものをアピールしたい。本書くみたいな感じですね。作家さんに今何書きたいんですかっていうのは絶対あるから、無理やり書く人がいないから、もし書きたいと伝えたいメッセージがなかったら、今写真撮らなくてもいいかなっていう感じですね。そういうのは常に自分の感性磨くというのは、考える時間が実は9割、操作時間は1割っていう感じですね。写真は、もう考えたら、あとはシャッターを押すだけなので、写真撮るのは今皆さんね、比率は良くない。大体ね、どう撮るか、機材いじる、機材買う、カメラ、レンズとか、そこばっかり考えちゃうんですね。そこは皆さんの精神的には多分9割、8割で撮られちゃう。本当にバカらしいですよ。バカらしいですよ。写真というのは、考える時間は9割。残り1割はシャッターを押すだけ。もちろん、全部感性だったら成り立たないので、自分の撮り方ですね。撮り方は先に全部クリアした方がいいんです。撮り方は誰でも勉強できるものなので、撮り方勉強する自体は、実は一番簡単ですね。まずそこをクリアした方がいいんです。クリアしなかったら自分で何か伝えようという時は伝えきれない。なぜなら自分の技術はまだ中途半端だったら表現はしきれない感じですね。仕事は仕事なんですけど、七五三は、パッと見て簡単ですけど、そこはいろいろ練習できる感じですね。今、七五三シーズンも道シーズンとかあるので、宮参りとか、そういうのはね、練習としていいんですけど、例えば私はいつも言ってるような七五三というのは、写真の撮影の業務の中にギャラそんなに高くない撮影なので、そこはスタート時点として悪くない。でも、それで目標としてやると、結局もったいないって感じですね。もっと高い目標を設定した方がいいと思います。七五三で初めて七五三終わるじゃなくて、七五三始まりとして、もっとギャラ高い仕事を狙った方がやる意味が出てくるんですね。じゃないとね、永遠にこういう仕事作業みたいな感じになっちゃうので、時間無駄っていう感じになっちゃうんですね。そんなに稼げないんですね。そんなに稼げない。パッと見て時給が15,000円ぐらいがもらえるんですけど、でも、常にあるわけないし、体力とカメラが先に壊しちゃうかっていう感じになっちゃうから、ある程度取れたらですね、次のステップ行った方がいいと思います。はい。そこは私のアドバイスですね。七五三の次のステップとしてはどのような目標を取った方がいいんですか？例えば私がいつもお勧めしているのは、広告撮影とか、クライアントさんがついてる撮影とか、そういうのは攻めた方がいいんですね。そこがギャラが高いし、求めてるスキルも高いんですけど、そこを目指してやった方が目標があるじゃないですか。逆に広告撮影問題なく撮影できたら七五三も余裕でできるので、それがアップダウンという感じですね。真似した方がいいんですかということですね。真似はしない方がいいんです。参考ぐらいでいいんです。別に見ちゃいけないとかそういうのはないので、参考ぐらいでいいんです。で、参考して自分が今までの考え方とか感性を含めて自分の新しいものを取らないといけない。それです。真似したら全く意味ないんですよ。逆さんみたいな感じですね。本を見て、同じような本をもう一回書いてると意味ないじゃないですか。はい。主人公の名前書いてるだけで、それで真似して、簡単そうだけど、意味ないじゃないですか。はい。他の方の考え方なので、ちゃんと自分の頭ですね、考えてやらないと意味ないです。YouTuber の誰々さんが信じてもいいんですかっていうのは、一つの判断基準ですね。この人の写真が自分の憧れ感が出てくるかどうかですね。この方の写真が自分を見て憧れ感がなかったら別に信じなくてもいいかなという感じです。はい。例えば私も平等ですね。私の写真を見て別に憧れ感がなかったら私に今言ってることも別に全部信じなくてもいいんです。それだけです。それだけです。もしこの方の写真見て憧れ感があって、この写真見て、なんかこういう写真がいいなーって思ったら、ようやくこの人の世界観を見てください。この人の世界観も納得したらこの人の話ですね、聞いてみてくださいという感じですね。はい。別に私は判断する立場ないから自分を考えてみて自分を見てみた方がいいと思います。よくカメラ、本など構図について書かれてますけど、やっぱり理解必要ですか？いや、もう理解必要ないんです。構図は一番理解必要ないです。例えばね、私は写真撮るときは構図が一切考えないんです。で、構図は、私実際自分写真撮るときは構図一切考えないので、で、本書いてる構図は基本全部後出し。先に写真があってから無理やり構図説明するんですね。そこは理解しない方がいいんです。別にわからない方が逆にサプライズの写真出るんですね。で、構図の本は買わない方がいいと思います。いい写真なんですかという話ですね。いい写真なんですが、例えば、写真見る人は感動できるかどうかという写真ですね。あとは、例えば、この写真ですね、1週間見ても、まだ飽きないかということは、簡単に判断した方がいいと思いますね。例えばね、自分の写真印刷して自分の家の壁に飾ってみて、そうすると毎日見るじゃないですか。自分の部屋だったら。1週間見てもですね、まだ見れるんだったら、それでいい写真ですよ。もし、良くない写真だったら、多分3日ぐらいでもう見てれないんですね。もう変えたいという感じです。
ですね、試してみてくださいね。PA さん、私はりょうさんの動画を見て、機材の沼から卒業してきました。おめでとうございます。もう新しい機材興味なくなりました。いいね。これから副業、本業、ちょっと独立したい方、もっと高い単価狙う。もしくは別に稼ぐっていうのは興味ない方、で、自分の写真の表現の幅を増やしたい方は、私のライティングコース来た方がいいと思います。なぜなら、4回でどう稼ぐか、集客仕方、ブラウンディングの仕方、作品撮りどう撮るか、ライティングのすべて、スタジオのすべて、モデル撮影の注意点とかコミュニケーションの仕方以外、クリエイティブのライティングまでも全部教えてるので、そこは多分全日本やってる人は俺しかない。だから、皆さんの信頼を得てですね、今月も満員しました。ありがたいですね。で、来月まだ空いてますので、早物価値。ね、本を見て、YouTube の動画とか見て、雑誌見て、なんとか自分ができそうな、みたいな、ちょこっと、これいいなーって分かったっていうのはね、それは勘違いされるんですね。はい。全然ね、知識になってないから自分再現できないし、意味ないんですね。あまり気にしないでください。気にしないでください。写真コンテストとか、写真展とか、そういう選ばれた写真というのは意味ないんですよ。基本は審査員の好みで選ぶなので、選ばれた写真はそれでいい写真というのは限られないんで、極端で言うと、自分も今まで世の中のコンテストの写真ですね、納得しないんですね。ほとんど納得しないから、納得しないのは、正解ですね。正解ですね。自分の素朴の感想を尊重した方がいいと思います。あまり流されないように、他の人がこういう写真がいいというのを、なるほどね、これがいい写真だねっていうのは自分がなくなるんですね。そういうのはやらない方がいいんです。やらない方がいいです。はい。構図とかの技とかは別にいいんですけど、まずね、写真家としてですね、これから写真家になりたい人は、自分をぶれないような感じの方が一番重要です。コンテストさらに興味ない。お金払って他の人の好みで選ばれるかどうかですね。アホらしいですね。でそういうのは、まず自分の考え方、自分の好き嫌いを尊重した方がいいと思います。ハウススタジオで自然光面で色温度、露出が統一したいときは、LED やストロボを足す、カポクなどコントロールしようとしてます。かなり難しいです。はい。もし自然光面だったら、ストロボとか LED は使わない方がいいと思います。カポクだけで調整した方がいいと思います。ストロボとか LED 足すと、結局自然光の感じがなくなるんですね。そこはコントロール仕方ですね。私がストロボと自然光は両方使うんですけど、使ってもですね、ストロボの使ってる感じがバレないように使う。そこは究極のコントロールの仕方が入るので、もし勉強したいんだったら、私のライティングコース来てくださいね。今一番の問題は、基礎がなってないんです。光が飛ばして光が作りたい。でも、カメラの設定と光がどういう感じがあるか、光作ったら、なぜ光作らなきゃいけないんですか？例えばね、暗いから光使うというのは一番 NG です。なぜなら、明るくするんだったらカメラの設定、露出変えたらいっぱい明るくできるじゃないですか。じゃあ、なぜ光作らなきゃいけないんですか？そこが理解できないと、永遠に光が作れないと思います。よく、いろんな方が聞かれるんですね。今回の撮影は、外でストロボを何と持っていきますかとか、今回の撮影はストロボで使った方がいいんですか？暗いからストロボ使うか、顔影があるからストロボ使うか、そういう使い方はもう最初からもうダメです。別に暗いからストロボ使わなくても調整できるし、なぜストロボを使うか、そこでまず自分に聞いてみてください。答えが出なかったら根本的な知識が分かってないんです。ただのライティングのパターン分かってもですね、自分が再現できないんです。必ず断言します。世の中の一等ライティングワークショップとかあるじゃないですか。傘の使い方とかそういう小出しの単発のワークショップは結構あるので、参加する意味ないんですよ。だってコンセプト分からないし、知識もないから、こういうことを少し分かっても自分が再現できないんです。こういうのは一番の時間とお金無駄です。全体的な知識を分かった方が自分がいろいろですね、変えたり、バリエーションを作ったり、自分が根本的には理解できたら、ようやく仕事に使える、作品に使える。そこを踏まえて考えて、私のライティングコースを作った感じですね。まず私のライティングコースの内容だけですね、まずチェックしてみてください。ちなみに、私の公式 LINE が皆さんまだ登録してなかったら、公式 LINE 登録してください。毎月1本無料の動画アップするので、公式 LINE 登録して、777ですね、3つの7を送ったら、自動的にリンクを上げるので、そのリンクを開いたら、今までの無料のコンテンツ、動画全部見れます。